首からグググッと顔を下げてきてフェイスラインのもたつきにつながってくるんですよ。もうね本当にねこの首の後ろしぶといですよね。この筋肉が弱ることによって目が自力で開けにくくなってくんですよ。それ知りたかった。皆さんこんにちは、自力整形チャンネルのれいかです。今回はですねインスタと YouTube でお顔の質問をね募集しましたら、たくさんね質問いただいたので、それに対してね一つ一つ答えていこうかななんていう回になってます。結構ねマニアックな質問から基本的なところもね含めてたくさんいただいてますので、ラジオ感覚でぜひ最後までお付き合いいただければと思います。それではレッツゴー。はい、ではですね早速やっていきたいんですけれども、一つ目の質問です。鎖骨狭鎖乳突筋は太ってる太ってないに限らず出てきますかというね質問なんですけど、脂肪がやっぱりついていればその分やっぱりね隠れてしまうので出てこないと思います。ただねほとんどの方が脂肪というよりはやっぱり癒着で張り付いちゃって出てきてない方が多いので、しっかりとね癒着を取ってあげると鎖骨もね綺麗にくっきり出てくると思いますし、この狭鎖乳突筋もね綺麗な首筋が出てくると思うので、しっかり癒着取り頑張ってやってみてください。こんな感じでどんどんいこうと思います。次ですね、仕事柄右肩が上がってます。ストレッチしてみるもののなかなか改善されません。どこの筋肉を緩めればいいか教えてくださいというねことですね。また肩が上がってると顔にどんな悪影響が出るのか教えてくださいということがねありましたが、やっぱりねお仕事とかスポーツで体の使い方が左右均等じゃないとどうしてもね歪んできちゃうんですよ。なので本当に全く歪みのない方っていうのはほとんどねまずいないと思います。その上でですね、肩が上がるっていうのはこの肩甲挙筋っていうここの首からねこの肩甲骨に向かってくっついている筋肉、ここがこう肩をねこう上げ下げしてくれる筋肉なんですけど、ここがね結構硬くなってる方が多いんですよ。なのでねちょっとね皆さんやってみてほしいんですけど、ここの首の根元ですね、ここ根元のところをね親指で押していただいて、ちょっとねこうやってほぐしてみていただいて、ちょっとね痛い方もいるかもしれないですし、こうねちょっとこっちのねくぼむ方じゃなくてね、この本当に硬いとこですね、ここねほぐしてもらって、でこれ10秒ぐらいちょっとねこうやって圧をかけながらほぐしてあげるだけでもわかります。ほらこっち側ね肩がすごいストーンとね下がってますよね。これぐらいねここの筋肉がぐっと上がっていて、普段からこう肩が上がっちゃってる方ってすごく多いんですよ。なのでねまずこの肩甲挙筋しっかりほぐしてあげると肩が下がってねくれます。でそうするとこの肩が上がってるってことは顔も同じようにこうやって首から引っ張られて下がってくるんですよ。なのでこの首とか肩の筋肉が硬くなってると引っ張られてる分顔もグググっと下がってきてしまうので、やっぱりねお顔がたるむっていうね影響が出てきます。なのでね首こり肩こりしっかり改善していってください。あともう一つやってほしいのはやっぱり肩甲骨周りですね。この肩甲挙筋がねほぐれるだけでこれだけ肩が下がるんですよ。で肩が下がるのと同時にここの首のね引っ張りも緩むので、顔が今度ぐっと上に持ち上がってフェイスラインがすっきりしてきます。なのでね首肩が凝ってくるとここから首からグググっと顔を下げてきてフェイスラインのもたつきにつながってくるんですよ。なのでね、今のここのポイントをほぐすだけじゃなくって、この肩周り肩甲骨周りですね、ここをしっかりと緩めていきたいので、こうやってね肩甲骨を回してあげる。これもねすごくお顔にとってもねいいですし、肩のこりも取れやすくなるのでおすすめです。ちょっとねお仕事の合間とか休憩中とかにねくるくる回してもらえればと思います。で3つ目ですね、首の後ろがポスポスでは緩まる気がしません。ガチガチです。他の効果的なアプローチ方法を知りたいということでね質問いただきました。もうね本当にねこの首の後ろしぶといですよね。私もねやっぱりしっかりとやってはいるんですけど、やっぱねどうしても凝ってきます。なんでかっていうとやっぱりほとんどの方がスマホを見たりパソコンを触ったりしているので、やっぱどうしてもこう首が前にこうやって出てきやすいんですよね。なので一番ここの首の後ろ負担がかかるところなんですよ。ポスポスっていうのはねこのフェイスポインターをねこうやって使ってくださってると思うんですけど、もしこのフェイスポインターだけだったらやっぱりねお顔の中の筋肉に最適化された圧なのでちょっとね物足りないかもしれないです。なのでね私はこのボディドライバーというこの体専用の方ですね、こっちを使ってここの首の後ろなんかをこういう感じでほぐしてます。これねめちゃくちゃね
本当に緩むんですよ。なので結構首肩のこり気になる方とか、背中とか足とかも全部使えるので、こう筋膜リリース体の方もやっていきたいなっていう方はこれおすすめします。このボディドライバーもねやってるよっていう方で、他にね解決策が知りたいよっていう方はこのねフェイスプレイヤーもおすすめです。このフェイスプレイは基本的にはこうやってヘッドホン型でねお顔に使っていただく EMS の機械なんですけど、こういう延長コードがついてるんですよ。なのでこの延長コードを使ってここに直接肩にこういう感じでね貼ってもらっちゃいます。でこっちのコードの方をここにねつけてあげて、それで電源をつけてあげれば動いてくれるんですよ。でこれねモードが3つあって、今これ首肩モードっていうのにしたんですけど、わかります？こんな、私って動かしてないですからね、こんな感じでね動いてくれるんですよ。めちゃくちゃね肩こりとか首こり気になる方はねほんと気持ちいいです。これ痛くないんですよ。全然気持ちよくねこの筋肉を動かしてくれるので、プレイヤーでねほぐしてあげるっていうのもおすすめです。ということでね、この私は日常的にプレイヤーとドライバーでケアをねしてるんですけど、やっぱりねそもそもこれをやらなきゃいけない原因ですね、それを取り除いた方がいいですよね。でその原因っていうのがどうしてもこう姿勢が悪くなることによって、この肩甲骨の間ここが硬くなってきちゃうっていうのと、あとはその悪い姿勢になってしまうこの腹筋と背筋、ここがね弱ってることっていうのが一つの原因なんですよ。なのでねお家でねこういうストレッチポールを使ってて、こんな感じでね背中のところに置いてね、こっちが壁だと思ってくださいね。こんな感じで置いてゴロ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 ねやってたりとか、横にしてねこうゴロゴロしてたりとかねしてます。あとはですね、このストレッチポールの上で寝転がってですね、でこう腕をぐーっと上に上げてストンと落とす、ストンストンってやつですね。こんな感じでねこの肩甲骨の動きを良くするストレッチをやってます。なのでねその辺もやってみていただくといいかなと思います。はい、次ですね、巻き肩も治りますかすごくてというねことなんですが、すごいところまでねちょっと発展してしまっているということで、巻き肩もさっきの猫背と同じなんですよ。やっぱりこういう形、こういう風に猫背になっていることによって肩もこう前に入ってくる。なので巻き肩の方こそこのボディドライバーを使っていただくのがいいです。で特にこの巻き肩の方っていうのはもちろんこの肩甲骨の問題もあるんですけど、どっちかっていうとこの大胸筋小胸筋、この胸の前の筋肉がギューッとこうねちっちゃくなって硬くなっちゃってるんですよ。なのでこの大胸筋小胸筋を緩めてあげるのがおすすめです。なのでこの鎖骨の下ですね、ここ鎖骨の下のところをこのボディドライバーでこういう感じでやってあげて、で最後この小胸筋がついているこの鎖骨とこの肩周りのくっついているところですね、ここをしっかりとこんな感じで癒着を取ってあげると、このね腕が後ろに行きやすくなるんですよ。これだけね小胸筋大胸筋がこう縮こまっちゃってこう手を前にしてたんだなっていうのがねほぐれると分かります。なのでねぜひやってみてください。手でやる場合はちょっとねやりにくいんですけど、親指でグググっとねここの鎖骨の延長線上とこの肩の付け根のところ、ここをぐっと親指で入れ込んでもらって、小胸筋はねインナーマッスルなのでねちょっとね指だと届きにくいかもしれないんですけど、こういう感じでちょっとね肩を動かしてあげるとちょっと届くかな。こういう感じでほぐしてみてください。手軽にやってもらうのはこのボディドライバーがねおすすめです。そうするとこう、ね、今でもこう、ね、肩がぐっとこうそもそもこう後ろに引きやすくなってくるので、巻いちゃってたのがねこう戻るんですよ。全然ねわかるかな、わかりますかね。こうやってなっちゃってるのがねこっちが開いてるのがねわかるんじゃないかなと思うんですけど、このぐらいね変わってきます。でさっきの猫背と一緒でやっぱりね巻き肩もどうしてもセットでついてくるので、やっぱり日常的なねケアとプラスしてさっきのね姿勢を良くしていく方法、これをねやっていただくといいかなと思います。はい、次ですね、目の周りのお悩み、結構ね目の周りのお悩みもいただいてるんですよ。なのでねドドドッとね回答していきたいと思います。おでこの横シワがとても気になり、おでこ上げしないトレーニングの他にいい方法ありますかということでね、おでこ上げしないっていうのはおでこを動かさないようにするっていうことかな。このおでこのシワっていうのは結構この前頭筋のこり、これもねもちろんあるんですけど、一番の原因はこの眼輪筋ですね。眼輪筋とその目の上にくっついている上眼瞼挙筋、
この筋肉が弱ることによって目が自力で開けにくくなっていくんですよ。でそうするとこの眉の筋肉とかおでこの筋肉を使って開けるようになる。それでねシワになってくるんですよ。なのでおでこを動かさないようにして眼輪筋をしっかり鍛えてあげる。これがね大事なんです。でこの方のねお写真見ていただきたいんですけど、めちゃくちゃ変わってますよね。おでこのシワがとても気になってたのがすごい綺麗なねまん丸いおでこになってると思うんですけど、これなんですよ。この方3ヶ月で自分でこれだけね変えてるんですよ。すごいですよね。でこの方はもちろんボトックスもねせずに自分でやったんですけど、一番のポイントはこの眼輪筋のトレーニング。ちょっとね眉の形を見てほしいんですけど、眉の形がこういうねハの字になってたのがこういう感じでね眉が変わってますよね。でこのハの字になってる、これこそが今までこの眼輪筋が弱っちゃってて、この眉の筋肉、鼻紋下成筋とかね鼻根筋とか、あとこのね周鼻筋とか、そういう筋肉がこう上に持ち上げてくれてた。そして前頭筋も上に持ち上げてた。それによってこの眉の形になってきちゃうんですよ。それがちゃんと眼輪筋のトレーニングをしてしっかりと目の筋肉が使えるようになってくると、この人たちが使われなくなってくるので、こう元に戻ってくれるんですよね。でそうするとこっちも使われなくなってくるので、こう綺麗になってくると。なので一番のポイントは眼輪筋のトレーニングなんですよ。なのでじっくりねこう土偶のようにね目を上下のねここの筋肉を使ってじっくり目をね薄めにして、でそのままおでこを動かさずにゆっくり上げていく。で思いっきり目を見開くっていうねトレーニングとか、あとはこの上眼瞼挙筋をね鍛えていただきたいので、目玉だけをこうやってねぐるぐる回してあげる。一番簡単にできるのはこの2時を見て10時を見る。2時10時とこうねメトロノームのようにこうね上を通って左、上を通って右、上を通って左、上を通って右っていう感じでね、このね上眼瞼挙筋を使ってあげるトレーニングがおすすめです。プラスしてやっぱりねおでこが硬いっていうのはねやっぱシワになりますので、この前頭筋の筋膜リリースですねやってあげるのがいいと思います。この生え際の部分と眉の上、ここがね結構硬くなってる方が多いので、手でこうねほぐしてあげたりとか、あとおすすめはやっぱりこのヘッドドライバーでしっかりとねこの生え際癒着を取ってあげるのがいいかなと思いますので、ぜひやってみてください。次ですね、年齢とともに目がどんどん小さくしょぼしょぼとしてパッチリ開かない解決策知りたいですってことですかね。でこれはですねさっきの質問と対策は同じになってきます。やっぱり眼輪筋のトレーニングが必須になってくるので、ぜひね頑張っていただきたいなと思います。ただやっぱり眼輪筋のトレーニングっていうのはちょっとね時間がかかるんですよ。なので早く変えたいっていうのであれば、さっきご紹介したこのフェイスプレイヤーですね、これを使ってあげるのがおすすめです。さっきのこれねこのリモートの状態にしていただいて、さっきはこうね首肩に貼ったんですけど、今度はこの目の横ここにねこう貼ってあげて、今度は目元モードっていうのがあるので、これで目元モードになりました。でこれねやっと今目をね閉じたみたいですけど、これ開けられないぐらい電気がね来てんですよ。でこれによってその眼輪筋をねしっかり鍛えてくれるので、こういうね機械を使ってあげるのは本当におすすめです。やっぱりねお悩みがある方っていうのは自力でやっていくのもねもちろん大事なんですけど、よりね効果的に早くお顔を変えていくっていう意味ではね、こういう信頼できる機械に頼るっていうのもね一つ手かなと思うので、ぜひ使ってみてください。次のお悩みですね。上まぶたのくぼみに効果的な場所と効果的な筋トレ取り上げてほしいです。あとみぞおちの両側グー1個分の肋骨が両側へこんでるのですが、乳房の下側どこを筋膜リリースしていけば効果的でしょうかということでね、2つ上まぶたとみぞおちっていうねお悩みがあります。目のお悩みね多いですね。で上まぶたのくぼみっていうのは基本的にさっきお話ししたこの眼輪筋と上眼瞼挙筋ですね。やっぱここが弱ってくることによってこうへこんできちゃう、落ちくぼんできちゃうと。なのでやっぱりね対策は同じになってきます。眼輪筋しっかりね筋トレして鍛えていきましょうということです。でもう一つのお悩みのみぞおちの両側がくぼんでるっていうことで、これはねちょっと私はね体の専門家ではないので詳しくはねないんですよね。整骨院とか整体とかそういうところの先生に聞いてもらうのがねいいかなと思います。ただね私の今までのその知識の中で考えられるのは、やっぱこの辺のお腹のね筋肉が硬くなってるのかなというふうには思うので、こういうボディドライバーでここのね肋骨のところこういうふうにね押してあげると、このねギュッと癒着して
くぼんじゃってるところがね少しは良くなるのかもしれないですけどね、どんな感じかも見てないので何が原因かちょっとわからないので、整骨院とかね整体の先生に聞いてもらうのがいいかもしれません。お役に立てなくてほんとごめんなさい。やっぱりね整体とか整骨院の先生に聞いてもらうのがねいいかもしれません。次、眉間がだる重いので、麗華さんの動画などでいろいろケアしてますが、さらにおすすめがあればご教示願いますということでね、ご丁寧にありがとうございます。この眉間のだる重ね分かります。私もね毎日もだる重、気づくとねやっぱシワ寄ってるんですよ。でこれをね良くしていくにはやっぱりね眉間だけじゃないんですよね。やっぱここの鼻毛下成筋っていうねこの筋肉とか、あとこの眉上のここね、この辺の筋肉をしっかり緩めてあげるのと、あとここの側頭筋と前頭筋の境目、この辺がねすごく大事になってきます。なのでね、私が普段ねこうだるおもって思った時にやるのはね、まずここの鼻毛下成筋のねあるところですね、この眼輪筋と鼻毛下成筋がついているこの眉頭の下、ここをねポインターとかあと手でやる時もあります。こうやってねちょっと押し上げるようにほぐしたりねします。あとはやっぱここら辺の眉のね筋肉の上のところ、ここをねちょっと丁寧にほぐしていくのと、あとここの眉尻から生え際のところですね、ここもしっかりね私はねこういう感じでここのね側頭筋と前頭筋の際のところ、ここをねしっかり丁寧に剥がしたりしますね。でそうするとこうだるおもってなってくるのは、ね、だんだん集中してるとこうやってね頭がギュ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 ッとこうね緊張状態こう締まってきちゃってね、ぐーっとこういう風になっちゃってるとここが重くなってくるので、それはねこう外側にリラックスしてあげるという風にね考えて今のポイントやってます。プラスしてねまたねプレイヤーかっていう感じなんですけど、本当ねこのプレイヤー愛用してておでこのところにこうね貼っちゃうんですよ。こうやってねこのプレイヤーをちょっとねつけてみます。そうするとめっちゃ眉頭が動いてると思うんですけど、こんな感じでねこのおでこのこりをねプレイヤーで取ってあげるっていうのもねよくやってます。目疲れたっていう時とかねやってあげるとねこう頭をマッサージしてくれてる感じでね気持ちいいのでおすすめですよ。目のお悩み最後ですね。最近 PC をずっと見てるので頭から顔ポスポスとプレイヤー2をやってもまぶたのむくみが引きませんということでね、むくんじゃしてるってことなんですかね。ずっとぐーっと PC を見てるとやっぱりね筋肉が緊張してるので血流が悪くなって、そしてむくみやすくなってるのかもしれないですね。なのでやっぱりね今までのケアやってあげてるだけでもだいぶ変わると思うんですけど、さらにねやるのであればむくみっていう意味ではここのやっぱね血流を良くしてあげる。なのでこの耳の手前にね耳介前リンパっていうねリンパ節があるので、この耳の手前のくぼみ、ここですね、ここをねしっかり押してあげるといいと思います。こうね。でもちろんねポインターでやってあげて、あとはねやっぱ耳回しですね。耳を掴んでもらってぐるぐるねちょっと回してもらったり、あとはやっぱむくみをね取るっていう意味ではこのねちっちゃいボールとかを使ってこの上まぶたですね、こう少し軽く押してあげて筋膜の癒着をこう緊張とかをね取ってあげるとすっきりしてくると思うので、ぜひやってみてください。はい、ということで今回ねたくさんの質問にね答えてきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。それ知りたかったっていうね共通の悩みを持っている方もねいらっしゃると思うので、ぜひ参考にしていただければと思います。またこういった質問回答コーナーも定期的にねやっていきたいなと思いますので、気になる質問がある方はここのねコメント欄に書いていただければどこかのタイミングで答えさせていただくと思いますので、ぜひどしどし書いてください。今日ちらほら出ていたこういうドライバーとかポインターとかねプレイヤーとかもろもろですね、全部概要欄のオンラインショップにあります。でこちらのクーポンコードを使っていただくと1万1000円以上購入の方には1100円引きになりますので、必ず使ってみてください。では一緒にねお顔を変えていきましょう。このチャンネルではカレー悩みに対する解決策を発信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録して次回の動画もお待ちください。ではまた。